関谷官兵衛、ご主君の命で敵を求めて20年、目的を遂げるや途端に失業。今も続く放浪の旅の目的は？それは今もって言える心境じゃない。いてお前の年はいくつだ？あ？このおじいさん、雲隠れの玄武。忍者だったって言うけれど、昔の面影はどこへやら。旅の目的？まずはうまいものを食べ。バカモン、そんなこと一言で言えぬわ。ほら一人馬を走らせ、戦国武将に夢抱く青年大名。それが今。おじいちゃん、77にもなって旅に出るなんて大丈夫？年は関係ない。わしには今が青春。人との出会いを求めて念願の諸国漫遊だ。そして私はお蝶。年はいくつ？過去の履歴は？それは秘密。こっちできた。こっちもできた。勝負。ピンゾロの蝶。ツボ。ピンゾロの蝶をかぶります。さあ入りました。さあ入りました。さあ。蝶がないか。蝶がないか。さあ。蝶班駒揃えました。勝負。二六の蝶。そう、また沈んだ。おじいちゃんついてるわね。さぞかし名の通った博打打ちなんだろうね。まあな。雲隠れ玄武といやこの年じゃ神様と言われた男よ。そうかい。私夜嵐おれんっていうの。あんたに乗っときゃよかった。沈んでる時はな、受かってるものに乗るのが博打の鉄則よ。次は乗ってみな。でもさ、軍資金がこれっぽっちじゃ。お守り。こんなもん持っているようじゃまだ半畜だな。どうしたんだい玄武さん。ちょっと小用が近くなったらずっと我慢したんだけど。そりゃ体に毒だよ。早く言っといで。ここは私がしっかり番しといてあげるから。そうかい。じゃあこれ俺さん頼むよ。あいよ。はい。
夜嵐おれんか。あの目つきはどうやら俺に気があるみてえだな。ちょっと塔が立ってるがスウェーデン食わるのは男の恥なんてね。さあ来い。さあ入る。はいはいはい。あれあれないがし、あそこにいたオレンっていうバブレ女はどこへ。駒札を8両2分変えて出て行ったぜ。急ぎの用ができたとか言って。くっそあの甘。藤なくて何の風画像東海道我ながらメイクだな。ばあさん、こればあさんどうした？はい、心の臓が弱くてもう歩けません。それはいかんな。この年寄りをお助けください。これ何言ってんだお前。いやお殿様、何とぞ何ですか。鬼人でなし。じゃあ大丈夫？お嬢さん、渡る世間は鬼ばかりでございますね。助ける気がないなら何も突き飛ばさなくたっていいじゃありませんか。身にしみる情けも人のためならずか。同じお年寄りならお互いいたわり合うのが人情ってもんでしょ。おばあちゃん。おばあちゃん、ありがとうございます。箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川と歌われたこの東海道最大の難所大井川は金谷宿と島田宿の間を流れる急流の大河です。やめろ！若旦那、猪吉、なぜ止めん？大将、泉屋の連中に思い知らせてやるんですよ。やめろ！ちょっとやめろ！やめろ！うるさい！やめろ！やめろ！こう！誰じゃの？先生、そりゃねえでしょう。喧嘩は両成敗じゃ。しかし先生はバカ野郎。喧嘩というのはな、強い方を黙らせんと収まらんのじゃ。その通り。おう、おま見てたのかい。いやなかなか見事な喧嘩さばきだったな。ところで官兵衛、お前今この島田で明神坊みたいなことやってんのか？おお、やってる。食って寝て月2両だ。いいだろう。これはなしか。当然いる。お蝶がな。蝶。お兄さん、お熱いの召し上がれ。我が妹よ。さあさあ、お兄さん、ありがとうよどうぞ。あったあったあった。たまにはいいがな。兄さん兄さんってね、わざとらしい。いいじゃない、わざとなんだから。関谷先生、おお、先ほどはどうもありがとうございました。ああ、清太郎どうだ。一杯やるか。いや、まだ仕事中ですから。いいじゃない、松葉屋の御曹司なんだから。俺が用心棒している松林っていうのはこの清太郎の親父なんだから、200人ものカーニンソを使っているこの島田地区にある3軒の川商屋のうちの筆頭なんだよ。ところがな、川向こうの金谷にも同じ家業をしている泉屋っていうのがあるんだ。それがどういうわけだか敵同士みたいにいがみ合っててな、さっきの喧嘩もそれの一つよ。お恥ずかしい限りです。若旦那、まだ諦めてないんでしょ？泉屋のお嬢さんとのこと。
だいたい若旦那がおとなしすぎるのよ。女なんて1押し2に押し3に押し、押しの一手でどうにでもなるんだから。泉屋の娘というとお絹とかよ。お兄さん知ってるの？なかなか気の強い女子だったな。同じお年寄りならお互いいたわり合うのが人情ってもんでしょ。ゲームが転がり込んだってのはな、確か泉屋なんだ。この大バカ者めがあれほど喧嘩はご法度だと言ってあるのに。申し訳ありません。松葉屋のやり方はこの頃目に見えて悪質になっております。浪人の用心棒も抱えたそうです。川田茂雄はヤクザじゃねえ。幕府から監察をいただいている立派な仕事だ。松葉屋には大監視はついている。挑発に乗るんじゃねえぞ。へえ。ごめんなさいよ。おばあちゃん、熱の方は大丈夫？はい、おかげさまでもう。よかったわね。遠慮しないでずっといていいのよ。お父っつぁん頑固一徹だけど気はとっても優しいの。お嬢さんによく似ていらっしゃいます。目のあたりも鼻筋もそっくり。そう何か？どうせわかることだから言うけど、私ここの家の本当の子じゃないんです。え？赤ん坊の時この家の表に捨てられてたんです。そうですか。すみません。悪いこと言ってしまったようで。いいのよ、もうここの本当の娘と同じなんだから。水の流れと人の世はキザか。まあとにかくな、流れていく水はもう二度と戻らねえ。そして人も流れていくうちにやがては老いていく。俺もな、若い頃には女の一人ぐらい武士道のためにはチリヤクタのようなもんだと思っていたよ。しかしな、こうして年を取ってみると武士道のために犠牲にしたたった一人の女の思い出しか残っちゃいねえ。この大井川の向こうにはおめえを慕っている、いずれは夫婦の約束をした娘がいるんだろう。なぜこの川を渡らねえんだ。父に渡るなと約束させられたのです。泉屋の娘はきっとお前がこの川を渡ってくる、そう信じて待ってるぞ。清太郎、後で後悔するなよ。川商屋組合は特別上納金を3000両納めろと。総元締めのその方が責任を持って集めろ。しかしあまり急なお話で。業者にも見返りは考えておる。川渡し賃の2割の値上げを差し許すものとする。悪い話じゃあるまい。お言葉ではございますが、値上げにつきましては反対でございます。何？幕府の軍略的都合で橋を架けない大井川はできるだけ安い値段で人々を渡すのが徳川家康公のお言葉。大月様、川商や総元締めの監察は代官所ではなく江戸の道中奉行様よりお預かりしたものでございます。では今日はこれにて。私が申した通りの頑固ぶりでございましたな。あいつ道中奉行の篠田様の後ろ盾があるゆえ足をなめきっておる。許せん。
じゃあお願いしますよ。おお。と言ってもな、いきなりバッサリ闇討ちってな、ちょいと荒療治すぎるぞ。そうですね。で、他に何かいい案は？おう、ないことはないがな。金がいる。何にお使いになるんです？買収じゃよ。買収？島田宿の3軒の川商屋はお前さんの息のかかってるのは分かった。問題は金谷宿の5軒の川商屋だな。そのうちの2軒の川商屋を買収すればな、6対3でお前さんが握れるだろう。そうなれば泉屋も総元締めなどと言って威張っておられまい。なるほど。その下工作先生にお願いしましょう。おう、ジョー、金谷に着いたらな、俺の邪魔するなよ。しないわよ。私ゲームおばあちゃんに会いに行くんだもん。あのバカ、バレねえうちにな、泉屋から抜け出ろとそう伝えとけ。神戸さん、なんだい。私駆け落ちしかないと思うんだ。俺とか？もう若旦那と泉屋のお嬢さんのことよ。なんとか一緒にさせたいと思ってんでしょ。おう、よくわかったな。わかるわよ。でもあの若旦那気小さいからな。だからこれから強くなるぞ。お父っつぁん、そんな汚い手を使ってまで人望の厚い泉屋さんを潰したいんですか？清太郎、大井川総元締めの座はこの松葉屋代々の夢なのじゃ。後継ぎのお前のためにもなるんだぞ。お父っつぁん、いい加減に目を覚ましてください。お代官様はお父っつぁんが何でも言うことを聞くから利用しようとして。バカ者、まだお絹に未練があるのだな。当分一歩もこの家を出てはならん。皆さんが買う川札は1枚90文。まず片熊で渡るお方は川札を1枚お買い求めて人足に渡していただく。現代越えをご利用の方はまずはしご並台が川札6枚、四方手すり2本棒は36枚。ありがとうございます。四方手すり4本棒は見に来たの？いえいえ、おかげでよくなりましたんで、おいとましようと思いましての。でも行くあてがあるの？大丈夫ですよ。本当にどうもありがとうございました。おばあちゃん、気をつけてね。はいはい。ねえちょいと、あのお嬢さんはお絹さんっていうのかい？ああ、いい娘さんだよ。貴様、何よ？俺だ。ゲームだ、ゲーム。8両返せ、この。いけねえ。8両返せ。8両にも返せ。8両2分返せ。おばあちゃん、どうしたの？おちょ、勘兵衛。おおなんじゃその格好は。あ、お待ちど。疲れた。ばあさんやんの10年ぶりだから。何よ、七化けのゲームだなんて散々自慢してたくせに。不思議だね。若い時は何日ばあさんやっても平気だったけど、年取ったらもうしんどくて。だったら今度お蝶村の若い娘に化けてみろよ。無理だよな。ゲムさん、お願いがあるんですけど。お願いだと。8両2分は利子1両つけてお返ししますから。私の頼み聞いてください。お願いです。ごめんください。何か？私はお蓮と申します。ある人に頼まれて娘と駿府から出てまいりました。その
ある人とは18年前あなたをこの家の前で捨てたおしんさんという人です。その母親が死んだ？はい、駿府で小料理屋をやっておられましたが、せめてもの償いにと娘さんのためにお金を貯めて、これは今和の際にお預かりしたお金です。どうぞお受け取りください。100両ございます。でそのおしんという人は本当にこの子の母親なのかね？それからこのお守りですが、捨てた娘さんの肌につけておいたお守りと一対とか、おしんさんの形見ですよ。どうかお納めを。私どもを信じていただけましたか？でもお金を受け取れません。どうして？子供を捨てたのですよ。お金で済む問題じゃないでしょ。でもこのお金は娘に詫びる熱い思いのこもった。わしも娘と同じ気持ちですよ。そんな金もらうわけねえか。でもそれでは私の立場が。押し付けがましい人ね。いらないって言ってるでしょ。でも帰ってください。ちょっとその言い方はないんじゃないの？なんだい、それが親切で持ってきた人に対する態度かい？母ちゃん帰ろう。子供を捨てた母親がどんな思いで暮らしてたのかちっとも分かんないんだよ、気取ったあの子には。清太郎、とうとう川を渡ったか。先生、泉谷さんは私の父よりよっぽど立派な人なんです。卑劣な買収で苦しめないでください。それより清太郎、お絹と駆け落ちをする決心はついたのか？はい。駆け落ちするんですか？あのお絹さんと。若旦那、こちらお蓮さんといってお絹さんの生みの母親の友達。おしんさんの形見ですよ。若旦那が来なかったかい？来るわけないでしょ。この1年会ってません。書き置きを残して家を出たんだ。てっきりあんたに会うためだと。他を探せ。はいはい。こんばんは。おばあちゃん。あ、ガチョン。お嬢さん、俺の役目はこれまで。姉のお夢がお幸せにと申しておりました。じゃあ。お絹ちゃん、逃げよう。もう何もかも捨てる決心で家を出てきたんだ。清太郎さん、逃げよう。どこか知らない土地へ。できない。駆け落ちなんか。お絹ちゃん、私はお父っつぁんには第四ある立場なのよ。今日まで育ててもらったと思えば裏切ることなんてできない。旦那様、若旦那が。若旦那、若旦那。清太郎、この親不孝者が。お父っつぁん、私はもう家を捨てたんです。お絹ちゃんと夫婦になります。バカ者。お絹、恐ろしい女子じゃのう。また清太郎をたらし込みおって。違います。私がお絹ちゃんを連れて行け。さあ、若旦那、離せ。お絹ちゃん、私を信じて待っていてくれ。
きぬ。清太郎は心のまっすぐないい若者だ。だが諦めるんだぞ。おきぬ。私がもう一度お金を？お願いだよ。このお金で好きな人と駆け落ちするようにって。あんたどこまでお人よしなの？お蝶、わかんねえのか。おれんはな、おきぬの本当の母親だからさ。なあ俺はな、2つのお守り見た時不思議な胸騒ぎがしたんだよ。お守り。おっと。玄武さん、お嬢さん、嘘ついててごめんなさい。堂々と名乗りゃいいじゃねえか。あの子だってきっと本当は母親に会いたかったと思うよ。大店のお嬢さんになっている娘にこんなものが見せられると思うかい？お蓮さん。私は上州豊岡村の百姓の娘に生まれたんだよ。18の時村祭りに興行に来た旅役者に惚れちまって、家を飛び出してその一座の後を追ったんだよ。命がけで惚れたつもりでも所詮相手は遊び。よくある話さ。あの子が生まれたのは浜松の遊郭でだよ。遊郭？それしかご飯を食べる場所がなかったんだよ。赤ん坊抱いて金谷の宿場に流れ着いたのは雪の降る寒い日だった。いっそあの大井川に身を投げて死んじまおうかと思った時、ある大店のご夫婦が幼い一人娘を病で亡くしてとても悲しんでるって噂を耳にして、ひょっとしたらこの子を育ててもらえるんじゃないかってお守りの中に絹っていう名前を入れて。あとはもう坂道を転げ落ちるように泥まみれになって。分かった。俺これからも力になるよ。私も。玄武さん、お嬢さん、ありがとう。どうだ増間屋、総元締めの座は欲しくないか？いやいや、それはもうぜひとも。なら早く泉屋に消えてもらえ。大月様、江戸より早飛脚によれば道中奉行篠田土佐守様は急所にてご高いのよしにござります。まことか？後任には老中高見沢立脇様とご存知の方で。いやいや、知らん。増間屋、明日大官所に島田金谷の川商屋を全員集める。代官はみんな集めて一体何をするつもりなんだい？新しい道中奉行様のお触れをお達しになるとか。おお、本当に来たのかい、そんなお触れが。まさか。じゃあ偽物か？お代官のお知恵には感服しました。我が公務多忙につき島田金谷における幕府監督の権限一切を島田代官所に委任いたすものなり。道中奉行高見沢立脇。新お奉行様のご視察はいつ頃でございます？ない。大井川は神君家康公ご指定の幕府防衛の要。必ず一度は新任のお奉行様のご視察がございますはず。泉屋、
その方ごときが口を挟むことではない。大月様、江戸より道中奉行高見沢様ご到着にございます。上様より道中奉行職を拝命した高見沢立明で、その方が島田代官か。大月軍太夫にござります。何故何の前触れもなく突然に。図が高い。上がりおろう。はその方まことに評判が悪い。あ、恐れ入ります。このようなものよは書いた覚えはない。公儀を隠密をこの島田に潜入させてその方の行事を調べておったが、いやまことに評判が悪い。恐れ入ります。これに公儀隠密関谷官兵衛でござる。関谷様。関谷、その方の報告書を読み急遽忍んでまいったが、泉屋はまことに人望が厚いの。はい、まことに筋の通った立派な人物でござりまする。さようか。金に目のくらんだ代官と組んで私の値上げ推進を分かった松葉屋はどこにおる。私にございまする。その方か。欲に駆られて泉屋と取って代わろうとした不届き者は。お許しくださいまし。恐れながら申し上げます。松葉屋さんはもともと悪い人ではございません。お代官様に無理やり協力させられたのでございましょう。の松葉屋さん。泉谷さん。申し訳ねえ。この通りだ。高見沢様、大井川の私を支える要はこの2件でございます。幸い両家にはかねてから従う娘と息子がおりまして、その2人を目をつぶせれば両家のしこりもすっきりと消えるはず。それは妙案じゃ。泉屋、松葉屋、しかと実行いたせ。雨降って地固まるとか申すの。大月、その方代官所において謹慎しておれ。さすが大殿、やってくれるわ。へえ、大殿の偽道中奉行、そんなに見事だったの。偽物だと疑う者は誰もおるまい。俺、これでお絹と清太郎は晴れて目事だぞ。そうですか。これも皆様方のおかげです。何？偽物じゃと。して正体は何者？安畑にたむろする得体の知る連中はそんな話を。高崎、乗り込んでしょっぴいてまいれ。偽芝居には泉屋が噛んでいると考えられますな。なれ。松尾屋。はい。その方に最後の機会をやろう。これで泉屋を消せ。他の川商屋どもへの見せしめよ。できません、私には。何故だ。その手締めの座が欲しくないか。お許しくださいまし。私はその任ではございません。その手締めはやはり泉谷さんが。では。奴はもう使い物になりませんな。泉谷渡しめが。
松屋お代官様、お許しくださいませ。泉屋さんを嫁の父親を殺せなどとは無謀ございます。清太郎、わしが間違っていた。泉屋さんに孝行するんだぞ。清太郎、泉屋さんが危ない。金へ教師軍は行け。清太郎、旦那様、お父っつぁん、旦那様、旦那様。今日はいい日だった。松林さんもまるでつきものが落ちたように心を開いてわしに協力すると約束してくれたよ。よかったわね、ご立派な道中奉行様で。お絹さん、今日は俺の方からあんたにぜひお願いがあってな。ゲームさん、あの説はどうも。いやいや、この二人は俺の古くからの知り合いで、お絹さんのおっかさんからことづかったお金を受け取ってもらうまでは帰れんと言ったんですよ。どうか受け取ってやってください。お絹、もう恨みは水に流した方がいい。先日は失礼なことを申し訳ありませんでした。気が動転してしまって。お絹さん、お姉さん、おい、しっかりしろ。おい、ゲームさん、お嬢さん、ありがとお絹さん、この人はな、う。旦那様、こんないい娘に育てていただいてありがとうございます。お絹、何をした？お母さん、お母さん、私あれからずっとそうだと思ってたの。嬉しいよ。許しておくれ、おきぬ。お前を捨てた愚かな母。死んじゃダメ、おっかさん、死んじゃうや。おっかさん、おっかさん、おっかさん、おっかさん。若旦那、お蓮さんはお絹さんのおっかさんだったの。わしの身代わりにさせてしまったのじゃ。清太郎さん、お絹さん幸せにしてやってくれ。お蓮のためにもな。向こうだ。それ。役人どもの動きが激しいな。ああ、どうやら偽道中奉行がバレたようだぞ。お殿、勘弁。どうしたれ。お蓮が殺されたよ。誰に？なぜ？代官の手下が泉屋を殺そうと撃った弾がお蓮に。偽物だっていうことがバレたんだな。松葉屋も代官に逆らって殺されたんだとよ。じいさん、逃げるわけにはいかなくなったな。このままでは済まさん。明日は泉屋を徹底的に締め上げ、監察を取り上げて決処にいたす。
頼もう。拙者は公儀恨めつけ小暮月之助と申す者。偽の道中奉行とその手下とおぼしき者をひっ捕らえたが、この顔に間違いないかお改め願いたい。小暮殿とやらよくぞ捕らえてくださった。されど代官、この両名はあなたこそ真っ赤な偽物だと申しておるが。何だと。偽物の分際で血迷ったか。さてと。いつの世でもな、正しいものが本物で権威を笠にして庶民を苦しめてるやつが偽物と決まってるんだなあ、王と。その通り。とりあえず穴へ送ってやるからの閻魔大王ととっくりと相談せい。連の敵死ねい。無理。俺、これで勘弁してくれ。おめえが俺を切ったら本物にしてやるよ。まだ世が本物だとわからんか。命が惜しくばささとっとと早くこの場から立ち去れ。お前さ、今さらなんだが本当に耳を貸したどっかの大名か。ああ、言わぬが花。泣いてる。ああ、泣いてる。悪代官を厳しく処断なされた道中奉行高見沢立脇様の噂はあっという間に東海道を駆け巡り、庶民たちは喝采しました。かくして越すに越されぬ大井川の悲恋はめでたくハッピーエンドとなりました。その後、夫婦となった若旦那とお絹さんの考えで金谷泉屋と島田松葉屋は一つに合併し、明治3年廃止になるまでこの大井川の渡しを守っていったそうです。